暖かくなってまたたくさんのハエが出てきました。そこで私たち保健部が中心となって学校のハエ取りを計画しました。みんなが手分けして学校中のハエを退治して歩きました。面白いぐらいたくさんのハエを取りました。みんなで数え合ってみると1万匹ぐらい殺したことになります。学校にはハエが見当たらなくなりました。デンマルクは緑の牧場ともみと白樺の森林と近海の漁場の他には鉱山があるのでもな。ところが幾日も経たないのに工作をやっているとまたハエが出てきました。一体どこから来るのでしょう。ある日のこと、私たちの一人がハエの増える元を発見しました。校庭の隅のゴミ捨て場でハエが卵を産んでいるのを見つけたのです。保健部ではこれを毎日観察することにしました。卵は半日で小さなウジに帰りました。ウジは腐ったものの中でどんどん大きくなっていきます。5、6日目には土の中などへ潜り込んで動かなくなりました。さなぎになったのです。それから3、4日経つと殻を破ってハエが出てきました。1匹の親バエが産んだ150余りの卵は10日ぐらいで親と同じようなハエになったのです。これからまた10日もすれば卵を産みにゴミためへやってきます。そして毛だらけの体にものすごくたくさんのばい菌をつけては食べ物を探しに弁当へたかることも分かりました。私たちは早速学校委員会に報告しました。羽が生えてから追い回すより固まっている卵やウジの時に殺すことが大事だとみんなの意見がまとまりました。そこで保健部を中心にして全校で本式のハエ退治にかかりました。まず腐ったゴミなどを片付けました。こうしてハエが卵を産む場所をなくしていくのです。便所やゴミ箱には
ハエが入り込まないように蓋を取り付けました。卵やウジには薬をかけたりお湯をかけたりして殺していきました。これですっかりハエを退治することができたと思いながら学校から帰ってきますと、町では汚いゴミを落として平気で車が通っていきます。牧場にもハエがたくさんいて、糞の上に卵を産んでいます。町外れのゴミ捨て場にも真っ黒にたかっています。一匹だけで何百万という売金を持っていると思うと恐ろしくなります。私たちは何とかしてこういう場所をなくしたいと思いました。先生に相談して近くの保健所へ頼みに行ってみました。保健所には町や村の衛生のためにいろいろな仕事をする衛生班が組織されていることが分かりました。冬の間は発疹チフスをまき散らすシラミ退治が大変でしたが、夏になったのでハエ退治に全力を注いでいるそうです。この衛生班と私たちや町の人たちが協力して町中のハエをなくすことになりました。学校のゴミ捨て場も普通のゴミと腐りやすいものとを分けて捨てるようにしました。ウジが育つ場所が片っ端から覗かれていきます。便所は水洗式か改良式に作り直すと良いのですが、すぐにはできないので薬をまいてウジを殺すことにしました。町役場も汚い場所の清掃に活躍しています。片付いた後へ衛生班が次から次へと薬をまいていきます。こうして町はすっかりきれいになりました。網戸やガラス戸がついた魚や肉屋にはハエが一匹もいません。牛の周りにもハエが見当たらなくなりました。ところがまだ安心はできないのです。よそから来た荷馬車がハエと糞と置いていきます。
よその町から魚を積んできたトラックもたくさんのハエを運んできます。私たちの町ではよそから来たハエと毎日戦っているのですが、これではいつまでたってもハエを本当になくすることができません。もしよその町や村にもすっかりハエがいなくなったらどんなに良いことでしょう。皆さんの町や村ではどのようにしてハエを退治していますか？日本中からハエをいなくする仕組みをみんなで考えましょう。